ノルウェーの田園地帯にそびえる85メートルのミョーストーネットは田舎の空に優美な形を描いています。レストラン、アパート、ホテルが入る18階建てのこの現代的な建物は場違いに思えるかもしれません。しかしよく見ると実はその建物が森林に覆われた農地によく溶け込んでいることがわかります。これはおそらくミョーストーネットが世界で最も高さのある木造の建物で、ほぼ全てが近隣の森林の木でできているからでしょう。20世紀の終わりまで技術者は6階建てを超える木造の建物を建てることは不可能と考えていました。従来の板材は木の繊維成長方向の力に対してはかなり耐久性があります。しかしこれと直行する向きに加わる力に対しては脆弱でした。結果として木材は鋼材が持つ引っ張り強度やコンクリートが持つ圧縮強度に欠けるため、高い建物を支え高層での強風に耐えるという必要条件を満たせませんでした。しかし1890年代の初頭になると集成材グルーラムが発明されました。そして100年後には技術者は直行修正版 CLT を開発しました。これらの新しい木質材料も初めは他の木材と同じように作られます。新たに切り出された丸太をノコギリで切って同型の滑らかな板材にします。 CLT の場合は隣り合う板材の層の木目の角度が90度になるように接着していきます。出来上がった木材はあらゆる方向で木の構造的な合成を持ち、コンクリートと同等の圧縮強度を実現し、従来の木材に比べ20倍の荷重に耐えます。他方グルーラムの場合、板材の木目を同じ方向になるように接着することで鋼材に匹敵する引っ張り強度を持つ巨大な梁が作られます。グルーラムは CLT ほど用途が広くありませんが、驚異的な一方向の強度によって耐荷重に優れた梁や柱になります。これらの加工木材はやっと従来の建設資材に競合できるようになりましたが、同時に木材独自の長所ももたらしました。コンクリートの5分の1の重さで済むので CLT ならより小型の機重機、小さい土台、少ない建設作業員で済みます。コンクリートの場合、型への流し込みや硬化といった時間のかかる工程が必要ですが、木材の場合はコンピューター制御の切断機を使って短時間で加工できます。そしてコンクリートには建設現場で流し込む際に適した天候やタイミングが求められますが、加工木材の場合、明快な指示書により標準化された建材部品を工場で事前に作ることができます。これらの部材を組み合わせれば、より早くより静かな建設作業が生物分解可能な材料で廃棄物も少なく実現できます。一旦建設されると CLT やグルーラムでできた建物はある種の自然災害に対しても強靭です。地震でひび割れたコンクリートは恒久的に建物全体を脆弱にしますが、ひび割れた木板は簡単に取り替えられます。火災に対する安全性についても同様です。 CLT でできた建物内の温度が上昇すると加工木材の外側の層は焦げますが、内側の層を最大で3時間防護します。これは大抵の建物から避難するのに十分な時間です。一旦煙が収まれば焦げた木板は交換できます。熱で溶けた鉄骨と違う点です。しかし CLT とグルーラムの最大の恩恵はおそらく建設現場以外にあります。建物の建設は全世界における年間炭素排出量の 11% を占めます。鋼材、コンクリート、鉄、ガラスの生産がその大きな要因となっています。しかし木材は再生可能な資源であり、伐採した分だけ木を植えればカーボンニュートラルを実現できます。また木は熱伝導率が低いので建物の温度管理が容易になり、エネルギーの浪費も少なくなります。こうした利点にもかかわらず CLT は従来の木造建築に比べ非常に多くの木材を必要とします。また同じ量で比較した場合 CLT もグルーラムも鋼材やコンクリートほどの強度はありません。ミョーストーネットも完全に木造というわけではありません。なぜなら上層階での補強用にコンクリート平板を使っているからです。こうしたことから純粋に木材による建築では40階建ての建物を支える強度は実現できないでしょう。これは超高層ビルと認められる最低限の高さです。しかし30階建て以下の建物が木で建てられれば、その建物の二酸化炭素排出量を 25% 以上削減できます。どのような高さであれ木造の建物の一つ一つはコンクリートジャングルの健康保全に寄与します。私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか。 ed.ted.com/earthschool にアクセスして、従うべきロードマップと変化をもたらすために実行できる具体的な行動を確認してください。